時丸田中のモーニングレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は9月3日水曜日、時刻は朝の6時を回りました。東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。ラジオの時間です。おはようございます。9月ですね。その数字にびっくりしてます。8月が永遠に続くと思ってたんですけどね。やっぱり季節っていうのは過ぎゆくもので、もう秋の、9になった瞬間になんかこう数字だけでそのちょっと秋の雰囲気がしてくるというか、全然暑いんですけどね。はい、今日もラジオよろしくお願いします。1時間ぐらい話していきますので、作業用に聞いてください。今日ね、寝れてないのよ。珍しく。なんかね、睡眠の質が悪かったのと、ちょっと時間も取れなかった。そのね、2パターンが重なった時に、やっぱりちょっとこう、調子悪いなっていうか、そういう頭の回転が鈍くなってるなっていう感じがしますね。で、その原因は多分昨日のちょっと寝る前に、ちょっとこう立て込んだ仕事があって、で、普段はその連絡を取らない時間に連絡を取ってたんですよね。で、多分それが影響していて、で、それ自体でちょっと寝るのが遅くなって、で、かつやっぱりそのコミュニケーションを取ってると頭が冴えるので、それでね、こう、入眠に入るまでに時間がかかったりするんですよ。で、割とすぐ寝れたんだけど、なんか途中で起きて2時とか3時ぐらいに。で、まだ3時じゃんみたいな。で、そっからまたしばらく寝てみたいな感じで、で、いつもだいたい5時、4時45分ぐらいですけど、今日はちょっと5時半とかに起きて、でもなんか結局6時過ぎまでうとうとしてましたね。で、そっから英語やってって感じです。はい。皆さんの今日の調子はどうでしょうか？質のいい睡眠取れてますでしょうか？今日はね、ちょっと曲からいこうかな。本日の一曲からいきます。花でTiger。はい、聞いていただきました。もうね、すごいね、勢いが、ちゃんみなプロデュースの7人組ガールズバンド、花です。なんかこの間、タイかどこかでライブしてましたね。で、結構ファンミーティングみたいなものをやってて、ちょっと今回リンクしているのはオフィシャルからリンクしていて、多分その、ファンイベントじゃないですけど、その、なんていうか、ファンクラブのライブみたいな感じですね。のライブからの映像が出てて、すごいですね、これ。で、この曲は、そのオーディションの時から課題曲として与えられていたものを実際にそのデビューしてからブラッシュアップさせて発売してるんですけど、なんかその時から、そのオーディションから知ってるから結構その感慨深いというか、ものすごく、なんかその時のことなんかを思い出して、ちょっとグッとくるんですよね、自分の中で。で、ちょっとその、ノーノーガールズのプロジェクトに関して話をすると長くなるので、ここではちょっとあんまり話はできないんですけど、僕が事象で考えたのは、その音楽の日本の音楽システムの変容っていうか、音楽市場の変容みたいなものを考えましたね。で、それは90年代、2000年代からの、大きな流れとしては、これかなりざっくりですけど、で、自分なりの解釈なんですけど、宇多田ヒカルからちゃんみなへって感じなんですよ。時代が。で、これその宇多田ヒカルが時代遅れとかっていう話では全くなくて、で、その、90年代0年代っていうのは、そのレコード業界とか音楽業界のシステムがまだその CD とかレーベルに依存していた時代なんですよね。だから YouTube 以前、インターネット以前、インターネット初期っていう風なイメージです。で、その頃のアーティスト、ミュージシャンっていうのは、満を持して登場するっていうのが、その時の日本の音楽システムの構造だったんですよ。で、これ皆さんもね、同じ時代生きてるからわかると思うんですけど、昔考えてみてください。そのアーティストがデビューするときに、その宇多田ヒカルとかだったら、もうね、両親がね、もうものすごいサラブレッドですよ。藤圭子さんと、で、音楽プロデューサーとの間に生まれて、で、帰国子女でアメリカに住んでますと。で、16ぐらいから、ね、アメリカと日本行き来しながらデビューアルバムを出すと。なんかそのサラブレッド感というか、このアーティストが世に出るっていうことはものすごいことだったんですよね。
で、それからもちろんその小室哲哉さんとかその TK 的なものが90年代にあったりとかするわけですけど、そういう、そのレコード会社と、広告業界と、そういうところがタッグ組んで、あとはその音楽事務所とかね、レーベルとかね、そういうところが構造を握っていて、で、アーティストというのは、もう才能がある人たちを発掘してきて、で、それはプロデューサーの役目なんですけど、発掘して、満を持してアーティストが生まれるっていう構造があったわけです。だから、それがね、今は完全にそのプロセスエコノミー的な発想なんですよね。で、それが、その代表格が、だから僕はその宇多田からちゃんみなっていう流れが来てると思ってるんですよ。自分の中でちょっと分析してるんですけど、ちゃんみなは、高校生のラップ選手権でラップやって、で、そこからデビューしていってるわけですけど、もちろんそのいろんな過去とかね、を背負って、で、なんか、キラキラしてサラブレッドとしてこう出てきた感じではなくて、なんて言うんだろう、その下からこう這い上がっていくような感じなんですよね。それはそのジャンルがヒップホップっていうところも少しは関係してるんですけど、それを含めても、今回のそれがちゃんみながプロデュースするガールズグループっていうことで、あれはいわゆるそのプロデュースの手法みたいなものをみんなに公開することによって、そのプロセスからあそこにファンをつけて、ファンがあそこに乗っていくと。で、それで出ていくっていう、こう、過程っていうかな、行為っていうか過程自体を一つの、言ってみれば商品的な、商品として打ち出して作っていくっていう風なやり方。だからもうデビューした時にはもうものすごくもうファンがついてる状態で、で、みんなファンと一緒にそのアーティストを育てていくっていう風な感じなんですよ。で、そういうものっていうのは、やっぱりインターネットとか YouTube が入ってきたことによって、ガラリと変わった構造だと思うんですよね。で、その親和性っていうか、やっぱちゃんみなのがプロデュースしているっていうのがポイントで、そして7人組であるっていうこともポイントで、あれはそのダンスの生え方とか、その舞台芸術とかのことも全て考えられていて、7人っていうのは、一番そのステージで入るんですよ。真ん中に1人立って、3人3人っていうね、ポジショニングが組めるんですよね。だからこれ、6人だとセンターがいなくなるんですよ。3-3になるとセンターがいなくなるんですよね。そうなると踊れない。で、もう一つ、7人の次に、小さい単位で言うと5人なんですよ。だからよく考えてみてください。スマップとか、嵐とか。ね、日本でメジャーな、ダンスグループっていうか、アイドルとかっていうのは、だいたい5人で構成されてませんか？それは、真ん中にセンターが立って、横に2人が取れるって、その5っていう、一番その5っていうバランスが、絵的にビジュアル的に美しい黄金比なんですよね。で、それはその舞台だけではなくて、例えば雑誌のカバーとかっていう時に、雑誌のカバーを飾る時も5人っていうのはその5の顔っていうのが雑誌に完全にはまるようにできていて、これは僕はそのフォトグラファーだった時からいろいろ勉強してることなんですけど、だから、その5っていうのは、例えばボーグっていう雑誌あるじゃないですか。あれも、ボーグって5文字なんですよね。で、だからちゃんとね、防具っていう5文字っていうのがピタッとはまると、その雑誌のフォーマットに。あれがね、4文字でもダメだし、2文字でもダメなんですよ。だから5文字っていうところが意味がある。で、そして次の数字がその7っていうことなんですよ。で、そこが7人のメンバーっていうところがはまってたりとか、なんかそういういろんなところがあって、ものすごい深い。で、かつその音楽性とかプロデュースの方向性とかもむちゃくちゃマッチしていて、で、それぞれが個性的なんだけど、その個性が喧嘩し合わないようなまとめ方で歌ってるんですよね。だから結構すごいことになるなっていうのはもうなんか肌感としてあって、で、他にもいろんな今オーディション番組とかが後追いでどんどん出てきてますけど、多分叶わないでしょうね。叶わないというか、もう多分これで終わりだっていう風な終止符みたいなところだと僕は感じていて、で、今後は多分その AI の世界に入っていくと思うんですよ。AI を活用した音楽業界の変容っていうのがあるので、そのインターネットの、例えばプロセスエコノミーの、もしかしたらその最後の砦みたいな感じなガールズグループが花なんじゃないかなっていうのを考えています。で、これもう一つ話があるのが、よくよくでも考えてみれば、そのオーディション形態のアーティストたちってね、いたんですよ。元からね、その宇多田の時代からね、それはモーニング娘。です。で、モーニング娘。は同じようにそのアサヤンっていうね、ところから、つんくさんのプロデュースによって出てきてるわけですけど、その時はそれほどインターネットが発達してなかったので、テレビだけの放送だったので、
そのプロセスエコノミーではあったから、そのつんくさんのやっぱりやったことっていうのはものすごいことなんですよね。当時ではものすごく新しかったし、で、今の時代にやってたことをそのテレビ時代からやっているってことで、それがもし、つんくさんがもし今のそのプロセスエコノミーの時代に、ガールズグループをプロデュースしていたら、もっとすごいことになってただろうなって思うんですよね。モーニング娘。は、時代にドンピシャで出てきたんですけど、ドンピシャで出てきてるんだけど、ちょっと早かった。あの方法論はっていうか、なんかそういうことを考えたりね、してますね。うん。これだけでちょっとラジオ終わりそうなんでね、次のコーナー行きます。本日のヨガスートラのコーナーです。スワミ・サッチダーナンダさんが書いているパタンジャリのヨガスートラ、ヨガインテグラルからランダムに開いたページを読み解くというコーナーです。先週ちょっとできなかったんですけど、はい、いきます。283ページ。三昧、サーマディとは、瞑想という形がなくなったかのように、瞑想の対象のみが輝き出る時のディアーナを言う。難しいね、これもね。サーマディとは、瞑想という形がなくなったかのように、瞑想の対象のみが輝き出る時のディアーナを言う。瞑想を言う。うん。これなんか、言葉遊びというのかな。なんか、瞑想という形がなくなったかのように、瞑想の対象のみが輝き出る時の瞑想を言う。だから、つまりそのサーマディっていうのも、瞑想なんだってことなんだよね。だから瞑想はだから続いているってことですよね。これサーマディまで。で、これについては語ることは多くないっていうふうに、ここからサッチダーナンダさんの解説が続いてるんですけど、それは少し体験すればすぐにわかる。ディアーナはサーマディの状態で頂点に達する。つまりその瞑想というのは、サーマディになった時に、三昧状態が来た時に頂点であるっていうことを言っています。で、その三昧状態、サーマディというのは、収集するのではない。つまり学ぶのではない。誰もサーマディを意識的に収集することはできない。我々の努力は瞑想までである。あなたはダーラナーにあらゆる努力を傾ける。そしてディアーナではそれが無努力となり、あなたはただ自分が瞑想状態にあることを知りつつ、そこにいるだけである。こういうふうに書いてます。だから自分でやるものじゃないと、サーマディは。自分でやるものはディアーナまでである。瞑想までは自分でやることができるけど、瞑想状態までは。その次というのは自分でやることではない。求めることではないんだよということを書いてます。向こうからやってくるんだよってことですね。なかなかこれはね、深いですね。やっぱこのサーマディのこの最終段階あたりについて語ってる部分はものすごい抽象的なところが多くて、で、それはそのヨガの先生たちによっても一人一人解釈が違ったりもするし、で、その喋る時の日によっても変わったりとかね、するんでね。これは自分で一つ一つね、実践しながら実感して自分の中に落とし込んでいくしかない部分ですね。ただやっぱりでもこの言ってることはなんとなくわかる。そのディアーナまではできる。確かに。その瞑想っていうのは自分で瞑想状態に持っていきますよね。瞑想のポーズとってね。ただそこからその先の三昧っていうのは自分ではいけないってことです。自分でこう意識で行こうと思っていける、到達できる領域ではないっていうことを書いてますね。はい。時丸田中のモーニングレディオ。毎週水曜日朝の6時から放送しています。続いてお便りコーナー。皆さんから番組に寄せられたお便りを読み上げるコーナーです。概要欄より募集してますので、そちらからご応募ください。で、お便りがない週は、私がお休み休みを取れるという週にしてるんですけども、増えてる。まだね、今週もね、増えてんのよ。なんかね、どんどん多くなって、なんか、これだけでちょっともう時間がね、あれなんじゃないかなっていう感じなんですけど、ありがたいことです、本当に。皆さん。ありがとうございます。読み上げていきます。多分ね、今回も全部いけると思いますね。ラジオネーム、モノタロウさん。こんにちは、時丸さん。モノタロウと申します。半月前にお便りを読んでいただいてありがとうございました。とても嬉しかったです。僕は建設会社に勤めており、ペンネームの会社の商品を利用しているだけです。その際のお便りの内容は、形あるものに数千万円かけるがキーワードでした。詳しく説明していただき勉強になりました。病句に先越されたというセリフがとても面白かったです。
私は時丸さんの昔の投稿などを毎日聞いております。たびたび僕はユニクロなどのファストファッションを買わないとおっしゃっていました。ミニマリスト渋さんはどこでも買い替えられるユニクロや GU の商品で衣類を揃えると言われていましたが、なぜ時丸さんは渋さんに相対してファストファッションを買わないのでしょうか。環境、フェアトレード、物へのこだわり、大量生産に対する考え方があれば教えてくださいってことで、今週もね、いただきありがとうございます。でね、これ私ね、ファストファッションを買わないわけではないんですよ。で、昔は買ってたし、これね、正直言うと、ユニクロさんがあんま得意じゃないってことです。仕事したことあるんですよ。はい。で、それで、ちょっといろいろなんか思うことがあったって感じですね。うん。あまり愚痴みたいになるとあれなんで、それちょっとあんまり言わないんですけど、なんでそういう感じです。仕事してるんですよね。はい。でも確かにその環境とか、フェアトレードとかそういう側面で言っても、やっぱりそのファストファッションっていうのは、ちょっとね、やりすぎだよね、もうね。あれだけ世界で大量生産して、で、安い労働力に作らせてね、労働力の国とかに作らせて、で、結局みんな捨ててるし、ものすごいゴミになってるわけだから、もういらなくないって思うんだよね。でも、そのファッションの民主化、ハイクオリティなものを世界中に誰でも着れるようにしたっていうことはもちろんすごいことですよ。で、そういう意味では人類に対して、人類のその衣類っていうところに関して、ものすごい貢献してるとは思いますよ。ただね、もうね、そのフェーズはっていうか、もういいんじゃないっていうところが来てますよね。だからそれに対するそのアンチテーゼみたいなところは正直あります。僕がそのファストファッションを着ないのは。あとは単純に、普通に使ってて、やっぱりその品質が、持たないなって思うから。やっぱりその2000円の T シャツと1万円の T シャツだったら1万円の T シャツの方が長持ちするんですよね。形も崩れないし、1年、2年、下手したら3年とか。で、それが終わってもなんかパジャマとかにしてずっと使えたりするじゃないですか。で、特にそのウール製品とか、そういうね、ものは長持ちするんで、だから破れるまで使うみたいな、なんかそういう方が僕は好きなんですよね。なんかずっと同じもの着ていたいっていうか。だからそういう理由もあるんですけど、僕がユニクロを着ない理由は個人的な理由であるっていうことですね。はい。続いてラジオネーム、おてんばカッペガールさんから。不思議なラジオネームですね。時丸さんおはようございます。いつもクスッとさせてくれる楽しい投稿をありがとうございます。時丸リストになりたくて、週末になっては荷物をすべて出して選別しようとしているのですが、どうしても物に対して思い入れがあり捨てることができません。そして毎回疲れ果てゴロついてしまいます。例えばテレビは全く見ないのですが、一人暮らしをするときに両親が買ってくれたということで思い入れがあり捨てられません。そのテレビはつなげば普通に見られ、17年の付き合いです。今は置物になっています。この思い入れの感情はどうしたら手放せるのでしょうか。はい、わかるよ、この気持ちは。毎週末出してね、捨てようとするんだけど結局疲れてゴロついてしまうと。で、特にその思い入れのあるもの、両親から買ってもらったテレビが手放せないと。そしたらそれはどうしたらいいかと。これはね、おてんばカッペガールさんのね、優しさがね、現れてますね。一つは、これちょっとクリティカルなことを言えば、この17年使ってるテレビでしょ。これ相当レトロでしょ。だからそれはもうインテリアとして取っておくっていうのは一つありです。結構最近レトロ回帰ブームみたいなの来てるじゃないですか。それはなんて言うんだろうな、ミニマリストというよりかはどちらかというと、ガジェット系とかテック系の人たちの中で来てるんですよ。その90年代のツールを使うとか、なんかブラウン管のディスプレイをあえて使って、で、キーボードはメカニカルにしてみたいな、スタイルが流行ったりしてるんですけど、なんかそっちに振るというかね、そういうこともできるとは思いますけど、でも多分おてんばカッペガールさんが求めていることはそういうことじゃないと思うんで、その感情についてなんですけど、これはその両親が買ってくれたっていう思いは、もちろんありますよね。でもそれをテレビと紐づける必要はないってことです。いわゆるその形見とかね、そういうものだったらわかるんですけど、そのね、形見でもなくて、ただ単にその買ってもらったと。でもそれ確かにそこに買ってもらったから捨てられないって気持ちが乗る気持ちはわかるんですけど、そこと切り離して考える。で、それよりも、そのテレビを部屋から外して、スッキリさせる。で、スッキリした中で自分がもっと仕事をしたりとか、生産的な活動をしたりとか、そうすることによって収入を上げて、お金を稼いで、
で、その稼いだお金で今度両親にご飯をご馳走するとかね。なんかプレゼントをあげるとか逆に。なんかそういうところにつなげていった方が、ちゃんとね、そのテレビをうまくその消化できるんですよね。どうしてもやっぱり物っていうのは感情とかを媒介してしまうので、そこに両親の気持ちが乗っているっていうふうに考えてしまうんですけども、それを一応切り離して、これはただ、買ってもらったものだとその時にね。で、そのものは一切使っていない。で、使っていないのであれば、それはもう全く不要なものになっていると。それだったらもうちゃんとその機械っていうのは叱るべきところに返してあげて、だからもう寿命というかね、もう全うしたわけですよ、そのテレビは。ね、最初の頃はずっと使ってたわけじゃないですか。だからもうそのテレビの役割は全うしたので、ちゃんともう天国に行かせてあげて、リサイクルショップでもどこでもね、行かせてあげて、で、今度そこでできたね、スペースとか時間でね、自分が頑張って、その頑張ったもので今度両親に還元してあげるっていう。そういう方向にすると、少しはね、手放せるかもしれません。続いてラジオネーム、ハマチ食べたいさんから。こんにちは。この度転職することになり、生活費を差し引いて月に10万ほど余剰資金が出ます。時丸さんが同じ立場だとしたら何に使うと思いますか？未来の自分のために投資するか、今の自分の旅に一人旅を月1で画策するか迷っております。哀れな子羊にお力添えください。ってことで、この度は転職おめでとうございます。10万ほど余剰資金が出ますってことは多分転職して給料が上がったんでしょうね、浜地さんね、これね。よかったですね。未来のために投資するか自分のために一人旅を画策するか迷ってるってことですけど、これはね、もう好きなことをやったらいいと思います。で、自分に問いかけてみてください。本当にその月1で旅がしたいのかって。もしかして無理やりそのお金を使おうとしてませんか？なんか自分のために一人旅をすれば自分がもっと成長できるとか経験できるとか思ってませんか？そうなったら一回はやってみるのはいいと思いますよ。でもそれをあえて毎月旅行する、その10万円余るからそれを絶対旅行するっていうふうに決めちゃうと、別に旅行もしたくないのに行ってるってことになりかねないので、だから自分がやりたいことをちゃんとね、心の中に一回落とし込んで聞いてみるっていう、自分の心の声を聞いてみるっていうのかな。そういうことが必要になってくると思いますね。で、別に余った10万円っていうのは逃げるわけじゃないので、もうそれはもうプールしとけばいいんですよ。常に。で、毎月プールすれば10万円ずつ貯まってくるじゃないですか。で、その10万円を株にでも入れておけばね、インデックスにでも入れておけば少しずつ増えてくるわけじゃないですか。とりあえず入れといて、で、自分がやりたいこと、で、行きたい場所、そういうものが出てきた時に初めてそれを使うっていうふうにした方がいいと思います。だからあくまでも行動ベースであるっていうこと。だから最初に、10万円で何しようかなじゃなくて、10万円がありますで、それはもうなかったことにしてください。稼いだものは全てなかったことにする。つまり、それはもう軍資金として自分の今後戦うための資金として常に貯めておくってことです。で、自分の中でやりたいことが本当に出てきた時にそれを用いて何かをするっていう風なやり方。これが一番いいと思います。なぜならお金っていうのはもうツールに過ぎないからです。ただの紙切れです。数字です。それは重なっていくただの数字なので、使わなければ意味がないんですよ。だからでもその使いどころを間違えると大変なことになるんで、だからせっかく10万円ができてるんだったらそれをちゃんとプールして軍資金にして自分の行動ベースに落とし込んで、やりたいことが見つかった時にそれをそのタイミングでね、タイミングで使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ただそんなに厳密じゃなくても、本当に自分がやりたいことにね、だから本当に旅をしたいって思うんだったら、これで旅するのは全然ありだし、で、その中でね、また考えてみればいいと思いますね。いやでも素晴らしいと思います。自分の未来のために使うかとか、ね、やっぱ考えてる時間って楽しいじゃないですか。だから、未来のために使おうかなとか、旅に月1回出れるなとかね、だから10万円あったら何ができるかっていうのをね、考えてみるっていうのはね、いいと思いますね。で、それが、ハマチ食べたいさんできてるんで、素晴らしいですね。続いてラジオネーム、ゴゴさん。いつも楽しく拝聴しております。私は時丸さんが様々なメッセージに対して誰も傷つけないようにコメントされることにいつも感心させられます。自分も他者に対してそうありたいと日頃思っているのですが、何かその点意識されていることはあるのでしょうか？ラジオネームゴゴさん。ゴゴって珍しいね。アフタヌーンのことだけど。でね、この傷つけないようにコメントっていうのは、これは、一つはやっぱりインターネット上の振る舞い方ですよね、やっぱね。で、インターネット上っていうのは、気軽にコメントも書けるし、発言もできるじゃないですか。
だからこそ自分が思ったことを全部言っちゃう人が多いんですよね。だから僕ももうものすごいなんかいろんな嫌味っぽいコメントとかめちゃくちゃ来ますけど、でもそれは気軽に言えるからなんですよね。で、実際にその対面に会ってる人たちにそれが言えるかってことなんですよ。で、多分言えない人が多いと思うんですよね。だから僕は意識的にいくらインターネット上 YouTube での発信であっても、ちゃんとネット上の人って考えてないってことです。それを。ちゃんと相手がいてこその、皆さんが見てくださってるからこのチャンネルがあるわけで。だから、そういう意識でやっていれば、誰かを傷つけようとか、なんかマウント取ってやろうとか、っていうことにはならないと思うんですよね。うん。だからそこの、やっぱ勘違いしちゃいけないっていうことは、常に思ってることですね。ただ僕自身は性格的には、結構荒々しいというか、本当に許せないことがあったら結構がっつりリアルでも、言うタイプなんで、だから、そういう意味では、全然優しくもないんですよ。優しくもないし、真面目でもないし、うん。だから、どうしようもない人間なんですよね。うん。私は本当に。なんかこれまでたくさんの人を傷つけてきたし、もうひどい感じでね、生きてきてるんで、だから、どうしようもないやつなんで、だからこそ、なんかそこをうまくっていうか、ちゃんと自分の中で落とし込んで、ちゃんと相手がいるっていうことを意識してやってる。そんくらいかな。うん。気をつけてるのはね。うん。ゴゴさんも他者に対してね、そうありたいと日頃から思ってるってことで。うん。でもリアルだとね、でもリアルだと、やっぱり慣れ親しんだ仲とかだとね、言葉きつくなったりとか、ね、むちゃくちゃ言ったりとかね、やっぱすることありますよね、それはね。うん。だからある意味ではなんか、インターネットで誰も知らない他者だからこそ、ちゃんと丁寧にやるっていうのかな。なんかそういうことも、あるかもしれないね。考えさせられる、お便りをありがとうございます。続いて、ラジオネーム、朝食は毎日ヨーグルトとオートミールとカプチーノさんから。いや、僕自己紹介してるやん、もうこれ。ラジオネームで自己紹介してるやん。しかもめっちゃおしゃれやん。もうヨーグルトとオートミールとカプチーノやん。カプチーノはなんか専用の機械がないと作れないからね。うん。これすごいよ。自己紹介してる。はじめまして。いつも投稿を楽しみに拝見させていただいています。コロナを機に物への執着をやめ、収集していた物や服などを大量に処分し、自分のスキルを上げるためにチェコに移住しました。先日の時丸さんの台湾貧乏旅行の話を聞き、10年前オーストラリアに貧乏旅行した大学生の自分を重ねました。今自分がチェコで就職し生活できているのもその旅がきっかけです。この10年間いろいろありましたが、あっという間で当時の旅の景色を思い出したり、旅の途中聴いていた音楽を今聞くと胸がとても苦しくなり、最近は常に時間の経過に恐怖を感じています。物理的なものやバーチャルなものへの執着はやめられても、過去の自分への執着はなかなか切り離せません。時丸さんはこのような感情になることはありますか？あれば何か前向きになるアドバイスをいただけると幸いです。これはいいポイントにはまってますね。これはね、やっぱね、自分自身ですよ。戦うべきものは。自分自身への執着はなかなか切り離せないっていう。これに気づいてるのってすごいですよ。なかなか。で、これ本当にそうで、人っていうのは生きていれば、なんかね、やっぱ自分が経験したことを正当化しちゃうんですよ。で、生きれば生きるほど、その過去の時間って長くなるじゃないですか。だから、1歳で今1歳の子供とかっていうのはもう未来しかないけど、だから過去のことってなかなか考えられないけど、それが10歳、20歳、30歳、40歳になると、今度ね、未来の分量よりも過去の分量、時間の蓄積の方が多くなるんですよ。で、そうなってくると、過去にしがみつくってことが起こるんですよね。で、一つ混同してはいけないのは、過去っていうのは、郷愁っていう意味で、その懐かしさみたいなもの。で、自分がいい思い出として宝物にしているっていう部分は大切にしてもいいんですけど、自分がやっぱり抱えてきたトラウマとかね、そういう執着とか、で、悪い経験とか、なんか悪い嫌な思い出とか、そういうものは少しずつね、なんか思い出さないっていう風に持ってった方が人生はうまくいくんですよね。
やっぱり過去を考えるよりも未来を見ていくっていう、それはもういくつになってもだと思います。やっぱり時間というか年を取れば取るほど、その先のね、なんか将来がなんかあんまつまんないなとかね、なんかそういう雰囲気になってくると思うんですけど、だからこそそういう時にはやっぱりその今日を大切にするっていうのかな、今日一日をしっかり生きるとか、今日明日のことをちゃんとしっかり生きることができれば、その過去のこととか考えなくなるし、ささやかな日常のその幸福とか幸せみたいなものに気づくことができるようになるかなと思ってますね。でね、僕もね、実際ね、これ、時丸さんもこの感情になることありますかって言うけど、ありますよ。やっぱその昔のことを考えたら、やっぱその音楽とかっていうのは確かにそのすぐ思い出させるから、その情景を。で、その時間の経過とか、もうあまりにも早すぎる時間の経過。だからもう僕このラジオが毎週来るの驚いてるもん。もう水曜日かって。もう、昨日収録したばっかなのに、また撮ってんのって。なんかこのラジオで私の人生が終わるんじゃないかなっていう気がします。それくらいもう恐怖に怯えている。でもね、だからそういうふうにいろんなその過去の執着とか出てくるし、で特に瞑想をしてる時にね、出てくることがあるんですよ。これはね、不思議で、やっぱ瞑想してる時とか、あと夢とかっていうのは自分のそのやっぱ脳の中にある記憶とかが複合的に編まれて出てくるんで、過去のその情景が出てくるんですよね。で、瞑想がいいところは、そういうものが出てきた時に、出てきたなっていうのをこう眺めることができて、で、それを柔らかく包んで、で、星のね、地球の外の宇宙に飛ばすことができるってことなんですよ。だからこれはもし、この朝食は毎日ヨーグルトとオートミールカプチーノさんが、瞑想を実践されていないのであれば、瞑想にトライしてみるのをお勧めしますね。5分から10分でもいいです。もう僕は結構もう朝、昼、晩ってもう1日3回ぐらいやってるんですけど、で、朝と夜は結構ロングです。で、その時にこう出てくるんですよ。で、その出てきたものを柔らかく包んで、この地球の本当にこう酸素がないところまで飛ばす大気圏の外。そういうね、トレーニングをしていくと、今に集中できて、今日、そして明日がむちゃくちゃ楽しみになってくるんですよね。だから自分が言えることっていうのはそういうところですね。瞑想をしてみて、その執着との付き合い方をもう一度考えてみる。で、少しずつ手放していく。で、いい思い出はいいんですよ。楽しかった思い出はね、心の中に、取っておいてね、またそれを呼び出せば、いつでもその時に戻れるっていうのは素晴らしいことなんで、ぜひ試してみてください。続いて、ラジオネーム、チャオさん。おはようございます。本日、エクストリームデンティスト、時丸さんにお礼をお伝えしたくメッセージをお送りしました。約1ヶ月前のラディオ、腐るほどある時間を何に使えばいいですかというタイトルからご説明いただいた時丸さんの歯の磨き方を毎日、徹底、継続しています。本日、歯科検診に行き、歯のチェックを終えたら、先生から、歯をとてもきれいに磨けています。問題なし。歯の磨き方 S ランクと称賛のコメントをいただきました。とても嬉しくなり、時丸さんの YouTube を先生に教えています。エクストリームデンティスト、時丸さんのおかげで、部屋も歯もきれいに保つことができています。いつも本当にありがとうございます。これからも応援しています。ってことで、チャオさん、いつもありがとうございます。歯磨き実践してくれたんですね、これね。そう、1ヶ月くらい前か、あれね。ラジオの中でその質問に対して自分がどういうふうに歯を磨いているかっていうのを細かくね言語化してみたんですけど、でその自分はこれまでの人生で褒められたことがほとんどなくて、歯磨きくらいだって話をしたんですよね。歯磨きだけはいつもあなたはもう100点だと言われてきたと。で、それはその自分が親知らずを抜いてから歯科検診っていうか、メンテナンスとかに通うようになって身につけた技術なんですけど、その磨き方をね、チャオさんがね、実践してくれたと、実際に。そしたら先生が褒めてくれたと。嬉しいですね、これはね。なかなかさ、歯の磨き方とかってさ、習わないじゃないですか。もちろんその学校とか小学校ではね、1回くらいはなんかそういう検診のタイミングとかで教わるけど、あれって、やっぱね、一つの技術だと思うんですよ。だから、よくね、わかんなくてやっぱこうずっと当ててるとかね、なんか適当に磨いてずっと大人になってる人たちっていうのは多分ね、虫歯も多かったりとか、口内環境が崩れてたり多分すると思うんですよね。だからあれって、なんか自分のそのきっかけがないと多分学ばないことだと思うんですよね。お金とか税金とかの勉強と同じようなことで、教えてくれないこと。
誰も教えてくれないことっていうのが歯の磨き方。これは結構面白い部分かもしれないですね。今後もしっかり磨いていきたいですね。ありがとうございます。ラジオネーム、ほくろそろそろ取れそうさんから。ヤッホートッキー元気かい。こっちはひたすら元気だよ。いつもの挨拶の漢字で読んでくださいって書いてますね。はじめまして、いつも配信楽しみにしています。トッキーに相談なんですが、最近またギターを始めようかと思ってるんですが、一番ミニマムで満足度が高い機材の組み合わせって何だと思いますか？エレキなのでアンプを通したいんですが、どうせ家でしか弾かないので、Mac をアンプの代わりにするか、マルチエフェクターなどでヘッドフォンにして使うか迷っています。トッキーならエレキギターを再開するとき、他にどういった機材を購入されますか？あと、全然募集してないと思うんですが、一応楽曲リクエストをお送りしますってことで、ブランキー・ジェットシーで Sweet Days ってことで、楽曲のリクエストまでいただいてます。ありがとうございます。これね、友達かな？俺僕の。俺トッキーって言ってるから、ギターを始める時の一番ミニマルな構成。これね、実は僕考えたことあるんですよ。しかもエレキギターで。考えたことあるのよ。だから最近もキーボード買うかギター買うか迷ってたくらいだから、なかなか難しい問題だよね。だから僕は東京に来てからはエレキギターは機材が多くなるんで、アコースティックをずっと使ってて、それを結局3本ぐらい買い直してるんですけど、エレキでね、これ難しいね。しかも言ってることが、アンプ通したいけど、どうせ家でしか弾かないから Mac をアンプ代わりにするか、マルチエフェクターでヘッドフォン。これね、でもね、僕だったら、まずギターでしょ、本体でしょ、シールドコードでしょ、で、マーシャルのアンプ。もうこれでしょ。これ。やっぱ音聞きたいじゃない？生音。スピーカーからの。アンプとスピーカーからの。だからちょっとビルドイン型の、あれを買って、20か30ワットぐらいの。鳴らしたいね。もうちょっと隣とかに迷惑かかるけど、結構都心部とかはね、割と今いろんな日本国内そうでしょうけど、防音のマンションって結構あるんで、アーティスト向けとか音楽やってる人向けの。だからもしかしたら、そういうとこで、もうアンプから出したいよね、これね、音を。でも現実的なところに落とし込むなら、最近さ、小型のモデレーターみたいなのがね、出てるんですよ。これ僕びっくりしたのが、普通にだから PC と、一つのプリアンプみたいな、小さなモデレーターみたいなものを一つかませば、で、あとはヘッドフォン。経由でね。そしたら、その中で全部シミュレートして、自分のギターの音をもうどんな音でも作れるっていう風なものが出てるんですよね、これ。ちょっと製品名とか詳しくはわかんないんですけど、だからそういうちょっと最新型の機材でやってみるかもしれないですね。自分だったらいろいろ調べて。だから確かに昔ながらのさ、マルチエフェクターみたいなものを買ってヘッドフォンをつけて、で、エフェクターかましてっていうのもあるんだけど、エフェクターすらいらない、シミュレーターみたいなのがあるんですよ、今。PC にただ繋ぐだけで、そこから、そこにラインインして、そこからヘッドフォンだけアウトするみたいな。で、音が聞けて、かつそれを PC でしかもレコーディングもとか収録もできたりするようなものがあるんで、これね、ちょっとね、ぜひね、調べてみてください。いや、リクエストまでありがとうございます。じゃあ、一曲いきましょう。ブランキー・ジェット・シティで Sweet Days。いいね、夏っぽい曲だね。ブランキーだね。ブランキーが好きなんでしょうね。最初のイントロのタッ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 ってから始まるSweet Daysね。かっこいいね、あれもね。ギター買ったら一番に弾きたいかもしれないですね。いや、お便りありがとうございます。十分に、ちょっと悩みながらね、楽しみながら、いい機材を考えてください。で、ちょっと、買ったら教えてください。どういうセットアップを手に入れたのか。はい、またお便りください。続いてラジオネーム KT さん。おはようございます。そしてお疲れ様です。先日7年連れ添ったペットが亡くなりました。ここ2年くらいは病気で、毎週動物病院に通ってました。祖父や親戚の人が亡くなっても一切泣かなかったのに、約25年ぶりに号泣しました。まだ悲しい気持ちと重圧から解放された安堵感が入り混じってますが、今まで支えてくれたことに感謝して前を向いて生きていきます。そして何より時丸さんの動画をいつも楽しみにしています。時丸さんの冷静な話し方や真面目にふざける感じがとても好きです。これからもたまにコメントや投稿もさせていただければと思います。まだまだ初心者の時丸リストですが、これからも応援しています。ってことで、KT さんありがとうございます。ペットがね、7年間連れ添って、亡くなったということで、その機会にタイミングにね、コメント、お便りいただいてありがとうございます。いやでももうこれをでも言葉にできてるっていうのはもうすごいことで、今まで支えてくれたことにやっぱ感謝して、前を向いて生きていくっていう、その一つのやっぱり命から、いただいたものを自分の中で循環させて自分自身が、後ろ向きになるんじゃなくて、
前を向いてね、元気にね、生きていくっていうね、それをもう自分の言葉で、言語化できるっていうのはすごいことだと思います。共にね、前を向いて生きていきましょう。KT さんありがとうございます。続いてラジオネーム、夏を刺激する秋生まれの妖精さんから。時丸さんこんにちは。9月になってもまだまだ暑い日が続きますね。まだまだ夏を刺激し続けることになりそうで、もう少し秋を刺激する秋生まれの妖精になるのはお預けみたいです。今日はカフェで作業しようと出かけたら、地元のイベント施設の中に絵画を販売するギャラリーができていて、外は夏でも芸術の秋を感じる体験でした。そしてカフェで作業をしていたら、隣のおばさまたちが確定申告がどうこうのと話をしている声が聞こえてきて、ここでも切ないながら秋を感じました。世の中世知辛いもんです。時丸さんは秋を感じる体験は今年ありましたか？それでは良い一日をお過ごしください。チャオチャオということで、ありがとうございます。なんか、秋を感じる体験って、まだ秋来てないからね、なんか、まだ夏でしょ、これ。なんかちょっとまだね、秋をね、全然体験できてないですよ、私は。夏は感じてる。ただね、でも光が変わったっていう感じはしますね。光のね、質がちょっと変わりました。で、僕この、割とこう明るい部屋にやっぱ包んでるんで、その、朝ずっとこう光が差す。で、こう日中ずっとこう光がこう差してくるみたいなものが、結構ね、敏感になるというか、変化がよくわかるんですよ。で、なんか今日朝起きた時に、そのいつもと違う角度から光が入ってて、そのなんか部屋の中を照らしてるのを見た時に、あ、これ一つその夏のフェーズが変わりつつあるなって。で、なんかその感じを感じて、で、そこでちょっと小さなね、小さな秋見つけたじゃないけど、なんかちょっとその小さな、季節の変化を感じましたね。ただね、まだそのこう、明らかにこう自分の中でグッと、あ、これ秋来たなっていう感じにはまだなってないです。これから探していきたいですね。今週もたくさんのお便りいただきありがとうございます。なかなか私のラジオのお休みが来ないですけども、来週もお待ちしてます。はい、続いてコメント読み上げ Q&A コーナーです。コメントですね。動画に付けられたコメントをちょっとざーっと見ていきます。前回どこまでいったかな、この現状を簡単に変える4ステップ、あるいは自由についてという動画ですね。ホットコーヒーさん、まさに同じループから抜け出せない一人です。今日は今まさに私がぶち当たっている内容でとてもためになりました。なんでわかるんですか？時丸さん結婚してくださいってことで。結婚の申し込みがコメントで入っています。ありがとうございます。なんか、そのシンクロニシティっていうのかな、なんかそういうのってありますよね。なんか、他の人が言ってることが、たまたま自分が考えていたことに当たるってことが結構あるんですよね。自分も結構そういう経験あります。で、このタイミングでなんか言われたら、まるでその自分に言っているかのように響くことがあるんですよね。結構不思議な、なんかバタフライエフェクトじゃないけど、バタフライエフェクトとはちょっと違うか。なんかそういうね、ことってありますよね。ネズミさんクッキーさん、トキさん私です。ネズミさんクッキーです。トキさんの1日の Vlog などの普段の生活動画を見たいですってことでね、ありがとうございます。なんかね、Vlog ね、なんか毎日僕同じなんですよね、基本的にやってることが。だからね、多分 Vlog 撮っても面白くないっていうのがまず一つと、自分の中で自分が撮るのが面白くないっていうのが一つと、で、多分皆さんにもそんな面白くない。朝5時起きてね、で、ずっともう 5時間ぐらい動かないですから、で、チャカチャカやりながら、で、その後はもうずっともうスーハーしながらやって、で、ちょっとご飯食べて散歩。で、だらだら散歩して、で、帰ってきて、で、ちょっと本とか読んだりして、で、あとご飯軽く食べて寝るっていう。もう全く面白くないんですよ。だからその Vlog がね、作れないんですよね。だからちょっとね、Vlog はね、でもなんかタイミング見て、なんかその様子もね、ちょっと一回撮ってみたいなと思ってますけどね。あとはほら、Vlog やってる方多いじゃないですか、ミニマリストの方で。だからなんかそういう人たちに任せてるところがあるんですよね、僕は。なんか、Vlog のやってる人たちが多いから、なんかそこに任せておけばいいかみたいな感じがあって、だったら僕はその違う動画を作ろうかなっていうか、作りたいなっていうなんかモチベーションが湧いてくるっていうのがあって、それもちょっとね、なかなか取れない理由ですかね。完璧主義に私も悩まされています。自分だけでなく他人にも厳しくなってしまうのが良くないと思います。時丸さんの克服法をお聞きしたいですってことで、ニャンさんね。完璧主義ね。そう、完璧主義ってね、なかなかこれね、人の性格的なところもあるんで、難しいんですよね。で、自分も結構そういうところがあって、ただ僕は、そのこだわる部分と、こだわらない部分を結構分けてて意識的に。だからなんかこれいいかとか、なんか他人がやってることとかに対しては全くね、完璧にしてほしいって思わないんですよね。だから
これやっぱりそこをどういうふうにだから自分の中で分けていくかとか使い分けていくかっていうところが一つの克服法みたいなところになるのかもしれないですけどね。だから他人のことはもう気にしないっていうか、そういうところが根本的にあるんで、なんかね、難しいと。でもやっぱり、でも厳しくしようと思えばいくらでも厳しくできるんで、それもワンカテゴリー2アイテムになってるじゃんとかね、もうガンガン厳しくして、もうそこちょっと物置かないでください。もう全部捨ててくださいって、もうエクストリームにしてくださいっつって。いや、マグカップなんで2個持ってるんですか？もうマグカップ1個だけでいいでしょ。ファイヤーキングでしょっていうね、なんかそういう感じになっちゃうんで、だからあんまりやりすぎると、だからもう、だからなんかこうトラブルになるから、あんまりこう言わないようにしてますね。いろんなことを。キリンさん、もう十分だと悟って25年の公務員生活を卒業して3年経ちました。ワンモアイヤーシンドロームに抗ってよかったです。自分で自分を束縛せず自由に。すごいですね。25年間の公務員生活を卒業して3年。25年ってすごいですよね。その時の経過、やっぱ仕事できるってことは、でもそれだけ続けられるっていうのはやっぱその自分自身の、それはこう、強さであるし、で、それによって得るものも多いからね。なんか続けすぎることが良くないっていう、僕は結構言ってますけど、全てが良くないわけじゃなくて、やっぱ全て経験にはなるんで、その中から学び取ることとかあると思うし、その中でも、ワンモアイヤーシンドローム、もう一年っていうのをね、やらずに、もうキリンさんはちゃんと自分で自分を束縛しないようにやめて自由になってるっていう。素晴らしいですね。前回のラジオのコメントです。タイトルを静かな退職よりも賑やかな退職をっていう風にしてるんですけど、パックスさんがピーナッツバターピーナッツバターって、バがね、バターのバが B じゃなくて V になってるね、これね。バターって。ズンダーさんが、指揮者が最後にこの曲を止める動作。調べたらどうやら決まった名称がないらしい。そうなんですね。そこでこのチャンネル内に限定して名付けたいと思いますってことで、ときまリストのリプランをこれ作ってくれてて、いいね。時止め、ときめ極めポーズ。ときめいちゃう。ときめいちゃうってこれズンダーさんが言ってるのか。とき結び、ときり、丸止め、グラッツェ。イタリア語だね、単純に。ときまるタナカット。これうまいね。これ、白生タータ。白生タータ。すごいわ。発想がすごいわ。名付けるっていうで、それをちゃんと調べるっていうね。名前ないんだね、あれね。なんかありそうだけどね、こう、指揮者が絶対さ、こうやるじゃないですか。で、あのタイミングってもう、この辺のなんか指先のこの辺を見てみんなこう止めてるから、楽器を。すごいんだよ。アキコさんがね、タオルとかシーツについてすごい悩んでるんでしょうね、これね。コメント読み上げ、およびご回答ありがとうございます。参考になりました。引き続き、タオル系の話ですが、シーツはどうされてますか？やっぱり敷かない？私は枕なしで寝ていますが、シーツは敷いていて、髪の毛がシーツにつくのが嫌で、頭が当たるところだけ手ぬぐいを敷いています。何かダブついてる感じもしています。ご意見伺いたいです。ってことで。いや、面白い。なんか、やっぱミニマリズムっていうのは、その人それぞれなんか、やることも違うし、癖があるから、俯瞰してみたときにすごい面白いんだよね。悪い意味じゃないんですけど、むちゃくちゃしょうもなく思えるっていうか、どうでもいいことを、ちまちまとやってるのがミニマリストなんで、私含めて。これだから、外から見たら、何それ、そんなこと考えてる暇があったら、他のことやったらっていうふうによく言われてるの、僕もね。でもいろいろそれに対して、真剣に考えるんです。真剣に向き合うんですよ。そのシーツやタオルに対して。で、僕はね、普通にね、シーツ使ってます。はい。マットレスの動画上げてますけど、動画の撮影の時はシーツ敷いてないように見えましたけど、見せてるんですけど、普通に1枚のシーツ、しかもこう、ボックス系とかでもなくて、1枚のペラペラの布です。それを使ってます。で、もう軽くて、ポリエステルかな？多分綿じゃなかった気がするな。ポリか綿の混合のなんかシーツで、すぐ洗えるようにしていて、で、シーツがあることによって、そのマットレスを選択したりする頻度が下げられるんで、これはテクニックの一つですね。だから、シーツがないとやっぱり汚れるじゃないですか、どうしても。で、洗えるマットレスとかだったらそのマットレスごと洗わなきゃいけないんで、それって大変じゃないですか。大きなものを洗ったりとかってするのは、労力もかかるし、水代もかかるし、大変なんですよ。で、乾きにくいし。その代わり、シーツを1枚だけ持っておけば、それも毎日ね、剥がして、洗濯機入れて、で、もう干すだけ。それで、新鮮な感じで寝られるんで、睡眠の質も上がる気がするし、だからシーツはね、だからシーツはあった方がいいと思います。ただ僕はその替えのシーツとか持ってなくても1枚だけでやってるってことですね。そんな感じです。
ともこさんね。ここ1ヶ月で時丸さんにハマった妊娠10週目の妊婦です。ここ1ヶ月、遅がひどく、時刻ですが、時丸さんのラジオを聞きながら癒されてます。時丸さんのナイスボイスとシュールな話で、気持ち悪い中寝ることができているので感謝しかないですっていう。ありがとうございます。そういう効果があるんですね。妊娠中にも、大丈夫なんだ。時丸田中のモーニングレディオ。なんか、出てきそうだけどね。なんかこう、あんまりこう、結構変な笑いとか変なこと言ったりしてるんで、10週目、すごいね。そろそろ生まれるのかな。これ、時丸田中のレディオを聞きながら生まれましたってなったら、すごいちょっと、祝わなきゃいけないね、これね。あまり無理せずに、元気なお子さんを出産してください。オスカーさんね。来年から東京の会社に就職するのですが、1年目にやっておいた方がいいことや仕事への向き合い方をご教示いただきたいです。また、都内で生活する上でのアドバイスがあればいただきたいです。業界は不動産で、職種はコーポレート職になります。いつも楽しい動画をありがとうございます。ってことで、詳しくね、業界不動産で、職種はコーポレートっていうね、なんかその、むちゃくちゃ詳細に教えてくれてますけど、まずね、東京の会社に就職おめでとうございます。来年からってことは来年の春か。ワクワクするね。これはね、絶対楽しいと思いますよ。1年目にやっておいた方がいいこと。仕事への向き合い方。ね。これはね、私がアドバイスできるものではないんだけども、で、やっておいた方がいいってことはね、ないんですよ。で、これが全体的に言えば、もう波乗りだと思ってください。サーフィンだと。で、よくほらあるじゃないですか。なんかその新卒の時にやっておくべきこととか、初めての就職でね、やるべきこととか、礼儀とかなんかそういうのあるじゃないですか。そういうのは気にしなくていいです。気にしないことをやるって感じかな。で、波乗りが大事、サーフィンが大事です。で、それはその状況とか職種によって、いろいろそのルールって変わるので、で、その不動産業で、しかも職種はコーポレートっていうことになるので、その会社によってもそのルールも細かく違うし、だから入ってみて、それを学ぶためにやっぱ働くわけですから、やっぱりその同僚とかね、先輩とかね、そういう人たちの話とかを聞いて、そこでもうひたすらもう真剣に学んでみると、とりあえずは。最初はもうインプットひたすらインプット。もう横を見たりとか、その、ちょっとわけわかんない、その時丸田中みたいな人にアドバイスを、こう、求めたりしない。もう最初はもう自分がいる環境を大事にする。自分の環境で、ちゃんと情報を得て、で、自分の中に取り込んでいく。もうインプットしていく。で、インプットしていったら、その後のフェーズとして自分の中で違和感とか、ちょっとこれ嫌だなとか、これすごいいいなとか、なんかそういう気づきが出てくるんで、そうなった時に初めて少しずつその周りとかを見始めるんですよ。で、何かその悪いこととかいいことがあったらそれを改善に向けてやっていくっていう風な感じがいいと思います。だから最初はもう、レッドイットビーというかな、もうその流れるままに、そこにいて、ちゃんとこう学んでいく姿勢っていうのかな、インプットしていく姿勢が一番大事なんじゃないかなって思いますね。それがつまり仕事に向き合うってことでしょう。僕もそのちゃんとした会社で働いたことないんでね、そんな偉そうなことは言えないですけど、最初入った広告の会社とかはもう3ヶ月で辞めてますから、ちょっとコーラ買いに行ってくるわ、つってもそのまま帰ってこなかったとかね、なんかそういういろんな逸話があったりとかしますけども、でもそれでダメだったらダメでいいんですよ。ダメだったらダメで、もう合わないなってことに気づけたっていう、その経験、どんな経験でもそれはプラスになるんで、とにかく楽しんでください。で、同僚は大切にしてください。同期っていうのは、一番ね、いい友達というか、になれるんで、やっぱその同じタイミングに入って切磋琢磨していく。で、悩みとかもね、打ち明けられたりとかするんでね、そのやっぱ同期とかをちゃんとね、大事にしていくと、結構面白い東京生活になるんじゃないかなと思います。で、都内で生活する上でのアドバイスはね、ちょっとね、これも難しいね、状況によるから、もっとその、悩みが出てきた時にその都度教えてもらった方がいいとは思うんですけど、電車とかがやっぱね、その通勤がちょっと遠くなるとあれなんで、会社の近くに住むっていうのと、あとはなるべく物を少なくして、自分の生活をうまく回るようにして、ストレスなくして、で、その分、空いた時間でちゃんと仕事に集中していくってことかな。で、よく寝ること、よく食べること、もうそういう基本原則が一番大事です。で、運動すること、ストレスをためないこと、そういうこと。それが全部関わってくるんで、生活と仕事に。基本をしっかりやるってこと。そのなんか特別なことを狙ったりとか学んだりしなくていいです。基本をしっかりやる。あとは都内はそのアトランティックハンターがいるんで、アトランティックサーモンを狙うときは結構気をつけた方がいいと。もう亡くなってるんでね。それぐらいかな、注意するのはね。ポンポコさんね。時丸さん今日初めてチャンネル知りました。引き込まれています。この1、2ヶ月断捨離しまくってたのが、腰痛めてからストップしてモチベ下がっていたのですが、今さっきインスタフォローしましたってことで、ありがとうございます。断捨離で腰痛めちゃってるじゃん、ポンポコさん。
うん、気をつけてくださいね。なんかこう、やっぱこう、しゃがんでね、こう、動作やるとね、結構やっぱ捨てるっていうのは、なかなか意外と部屋を整理したりとかするの大変なんで、小さなことが積み重なると。で意外と腰に負担かかったりするんで、ゆっくりちゃんと、座ってね、自分がやりやすい体勢でね、ゆっくりやってくださいね。生きることはものすごく大変なことだっていう動画ですね。バレてないさんのこのコメント面白いね。アトランティックに今という時間を大事にするってことですね。勉強になりますっていう。アトランティックに今という時間を大事にしていこうよ。そういう先輩いたら嫌だよね。お前さ、アトランティックにさ、今という時間大事にするってことやってないんじゃないの？もうちょっとさ、アトランティックにさ、今という時間大事にしようよ。何の部活だよ。猫空さんね、みんな消えていく。シンプルに既婚者と独身者の世界が真っ二つに分かれがちなんですよね。それはそのはずで、子供を産んだら子供のことしか考えなくなるから。もっと言えば友人なんて2の次、3の次です。そしてネットでしか繋がれない世界の出来上がりですねってことで。まあ確かにそうだね。確かにそう。だから人生のシステムっていうか、まあ日本本社会のシステムっていうのは子供を産んで、それを育てて人生を飽きさせないようにしてるんですよね、なんかね。そしたらしばらく10年、20年は子育てっていうことに取り組めるから。それがない人は暇でしょうがないってことになりがちだったりとかするんですけど、でも結局その独身者とかステータスってことは僕は関係ないと思っていて、で、ここではもうちょっとメタな話をしてるんですよね。自分の意識的には。だからそういうステータスは全く関係なく、だって既婚者であっても自分の時間を自由に使ってる人とか、むちゃくちゃ遊んでる人いますからね。楽しく自分の人生を謳歌してる人いますからね。で、独身者であっても、それができずに縛られてる人もいるから、で、逆に独身者であっても子供がいる人っているじゃないですか。だからそういういろんな世界観とか状況がある中で、そのステータスはあんまり関係なくて、やっぱ自分の人生をどうしたいか。で、結局子供がいたとしても、その子供たちが育っていったら自分は一人になるわけだし、そうなると仕事とかがなかったら自分はどうしていいか途方に暮れるんですよね。だから、いかにその遊び方を知ってるかとか、人生の楽しみ方を自分で持ってるかっていうのが大事で、で、これからは AI の時代になるんで、どんどん仕事が減ってって、みんなその休みっていうか余暇がどんどん広がっていくんで、さらにね、その問題っていうのは大きくなると思ってます。だから自分の遊び方とか趣味とか、そういうものを持ってるかが大事。自分が一人で行動したりとか動いたりとか趣味で楽しんだりとか趣味を楽しんだりとかそういう遊ぶ力ってのがこれからねますます大事になってくると思います。これはもうステータスに関係なくね。エクストリームトキマリストになる7つの条件を教えてください。なんか前ちょっとやったよね。エクストリームミニマリストになるための条件みたいなやつやってるんで、それがほぼほぼトキマリストになるためのなんか条件ですかね。唐突なガッツポーズ好きなので今度スーパーで真似してみますって。ダメ。捕まるよ。危ないよ。SNS をやめたら増えた3つのことでいただいてますね。A 君さんかな。一周回って新聞がマイブームです。あの情報量ならコスパいい。じっくり読んだら1時間。時間なければ見出しと気になった記事だけ熟読。Wi-Fi、充電気にしなくていい。これね、確かに、新聞ってものすごく今いいですよね。なんか、僕も一周回って、あれってすごい熱いメディアなんじゃないかなと思っていて、で、まずどこでも買えるじゃないですか。どこのコンビニにも売ってるじゃないですか。で、あれを一つ手にすれば、1時間とか2時間とか潰せるんですよね。で、しかも考えさせられるし、情報も結構いいものっていうか、ちゃんとしたソースからのものが引用されてたりするんで、やっぱり紙の有限性っていうのはやっぱりすごくて、で、Wi-Fi も本当にいらないし、充電もいらないし、で、目にもね、優しいしね、やっぱね。あれはね、だからやっぱ一周回って新聞っていうのは結構ね、いいアイデアだと思います。あえてそれだけでカフェに行ってみるとかね、それで午前中潰すとか、そういうのいいかもしれない。で、エビさんがね、それを YouTube で発信するという謎。承認欲求と YouTube で得られる収入を手放せたら完璧ですねっていうね、コメントいただいてるんですけど、承認欲求の塊ですねみたいなことを言ってくる人多いんですよ。自分のチャンネルに対して。だからそれって、つまり自分が承認欲求、自分が欲求とかいろんなものを手放せって言ってる中で、自分の承認欲求も手放したらどうですかっていうふうな言い方なんですけど、承認欲求をまずね、取り違えてるんですよね。で、承認欲求っていうのはこれね、何度も僕説明してるんですけど、もともと人間が集団で暮らしていた時に獲得したもので、それは狩猟採集時代から、ある地域のコミュニティの中で狩りをしに行って、何か獲物を取ってきて、で、その獲物をみんなで取ってきて分け与えると。それによって、すごい獲物
今回取ってきてありがとうみたいな感じでそこで承認されていたと。で、承認してそれをみんなで分け与えて、その集団がちゃんと保っていたし、それぞれがちゃんと関連して生きることができていたっていう、その生存のシステムなんですよ。生きるためのシステムだったんですよ。それが現代になって、その狩りをする必要はなくなったけど、今度農耕になって、その畑とかになってね。で、最近はそのインターネット時代になってるわけですけど、インターネット時代にその自分が持ってきたものを、これどうですかっていう風なものをみんなに見せて、それで、それいいアイデアですねっていうのが、その狩りをしてた時代と今重なるっていうか、結局同じことをやってるんですよね。だから、みんなその発信者っていうのは、こういう情報があります。で、これって良くないですかっていうのを発信して、それによって、わーって承認を得ると。でもそれってその純粋な承認ではないんですよね。で、なぜなら分け与えることができないからです。獲物であれば、獲物を取ってきて、その獲物をみんなで分かち合って、で、それで集団が盛り上がるんだけど、インターネット時代のそのなんか承認欲求ってものは、その得た情報をみんなに分け与えて、で、わーって盛り上がるけど、それってシェアしてるけど、そのなんか食べ物じゃないじゃないですか。だからその発信者のなんかその優位性みたいなものだけが出るから、それに嫌悪感を抱くんですよ。抱く人たちが一部いるってことなんですよ。だから僕は時間が無駄なんで、そういう建設的じゃないコメントとか嫌味に対しては普段ね、一切コメントしないんですけど、今回ちょっとコメントしてみたんですけど、あえてね。で、人間には動物的本能として誰にも承認欲求があるのは確かですが、私の発信を単に承認欲求のためにやってると結びつけるのは短絡的だと思います。で、僕はその承認欲求が欲しいって思ってやってないんですよね。全く YouTube を。で、SNS もそうだけど、その承認欲求のことをまず考えたことがない。誰かに承認されたいって思ったことがない。自分が好きだからやってるし、自分がのやってることが誰かのためになったら嬉しいなっていう気持ちでやってるんですよね。でもその発信者っていうのはやっぱその一方的にこう思えるから、そこで見たときに自分とのギャップで、なんかこいつはこんなに発信してるのに自分は何もできてないなっていう、なんかその差が出たときに攻撃しよう、マウントしたいっていう気持ちが現れるんですよ。うん。それはそこにその自己投影というか自分自身を表していて、自分の生活に満足をしていない人ほど、そういうふうに、それってただの承認欲求ですよねとかって言って、相手を下げて自分を保とうとするんですよね。そういう現象が、いろんなところで起きてるんですよ。自分のチャンネルとかだけじゃなくてね。だからそれは結局その社会的比較の中で見られる不快さとか、あとその自己投影ね。自分自身を投影して、それを相手をこう下げるっていうやり方が出ていると。だからその YouTube をやってる人によって違うと思うんですけど、もちろんその承認欲求のためにやってる人もいるかもしれないですけど、多くはその事業目標にしか過ぎないってことです、YouTube は。YouTube を伸ばして、ただ収益を上げたい、稼いでいきたいっていうのは、ある程度それは誰にでもあって、配信者の中には。で、それは単純にその承認を求めたいっていうものではなくて、単なる事業目標なんですよね。どれだけ収益を上げられるか、自分が上げていけるかっていうところにトライしていたりするっていうことです。ただね。で、僕のチャンネルは多分この長く見てくださってるね、皆さんだったらわかると思いますけど、大体その真面目に語ってるようなことでも一つ引いて、そのネタ的にやってるっていうか、いうところは全てあるっていうのをもうずっと言ってますよね、前からね。全部がネタであるっていうのが、ミニマリスト劇場を演じているっていうのかな。エクストリームミニマリスト劇場をただ演じているっていう感じなんで、だからその建設的でいたいんですよね。なんかそのゲームの中で、なんかみんなで面白いことを考えていきたいし、じゃあこういうことがもっと、ミニマリズムによって、良くなるよねとか、面白くなるよねみたいなことをやっていきたいだけなんですよね。だからつまりその自分自身の表現っていうか表現の場でありながらその実験の場であるっていうことなんで、その基本的にはもう建設的なコメントをお願いしたくて、だから今回はその SNS をやめたら増えたことを教えてくださいって僕多分言ってると思うんですけど、でみんながその実際に自分の SNS を手放した人が手放したらどういうふうな効果があったかとか、どういうふうに手放したかっていうことを書いてもらえると、それってみんなのためになるじゃないですか。それも自分のためだけじゃなくてその見てる人のためにもなるし、コメント読んでる人たちのためにもなるんで、なんかそっちの方が面白いかなって思うんですよね。だからそういうふうにしていきたいんですけど、なかなかそれは難しくて、その全てをコントロールするっていうのはできないんでね。いろんな人がいるんで、だから一つの意見として、受け入れは僕はするんですけど、ただ、建設的に、ただその質問に対してのなんか自分のコメント、だからその自分が挙げたね、お題に対してのなんかコメントとか建設的な、自分はこういうふうに手放しましたみたいなことを書いてくれる方がいいかなっていうふうに感じていますね。なかなか難しい、こういうのは本当に。もう人によって本当に言いたい人は言いたいから、これは。ただそのなんか嫌味っていうか単純な嫌味を言う時間があったら、自分のそういう発信とか、僕のチャンネルとか見ずに、自分のことただ集中してやればいいじゃないって話なんですよ。書き込む時間が無駄。そもそも。
で、あまりそういうふうにしつこく嫌味を言う人は非表示にするんで、もう問答無用に。こっちは普通になんか顔出しにしてて、なんか匿名でなんかぐさぐさ言ってくるのってね、結構傷つくんですよ。で、それでほらみんな自殺したりするじゃないですか、発信者の人たちって。だから、そういうのって良くないんですよね。だから、人のことを気にしない。なかなかそれが難しいんですけど。リコチさん、インスタ月の半分くらいアカウント停止するようにしています。かなり脳がクリアになります。一度再開すると1週間停止できないので慎重になります。しかしやることがないので意味もなくスマホのホーム画面眺めてます。重症ですってことで。やはりスマホ自体を立つ時間が必要なようですってことで、すごいですね、これね。アカウントを停止してるって月の半分ぐらい。でもかなり脳がクリアになるっていうことを言ってくださってます。だからやっぱりその、根源っていうか、もう止めるっていうことが停止することになると。だから僕自身もやっぱりそのコメントとかを見るからそれが目に入ってくるわけで、でも僕ほとんど見てないんですよ。このラジオがあるからコメントの Q&A でやっぱ読んでるだけなんですよね。だから根源をやっぱ見なければいいってことで、でもそうなると、このリコチさんは、それでも意味もなくスマホのホーム画面を眺めてますっていうね。このアプリ入ってないのにホーム画面を眺めることになってると。そこでその自分の中毒性っていうのかな、そういうのを自覚しているので、これ素晴らしいことですけど、そうなるとやっぱそのスマホを今度は手放すしかないってことになるってことですよね。これだからなかなかね、それだけやっぱり依存度が深いってことなんですよね、スマートフォンっていうのは。これ面白いのが、ログコンさんが、独り言、壁打ち用にオブシディアンのフィーノかなというプラグインを入れてローカル環境でつぶやいています。トレンド欄に邪魔されなくて快適ですっていう。これはすごいね。エンジニアの方かな、この人は。そのオブシディアンっていうソフトウェアにプラグインをさらに入れて、ローカル環境、自分のローカルの中でつぶやいてると。だからつまりその他の余計なつぶやきが見れなくなるということなのかな。でも結局そのつぶやきっていうのは誰かに向けているようであって、自分自身に返ってくるんですよね。だからなんかその自分は X とか Twitter やってた時思いましたけど、あれって結局、誰かに何かを言いたいから書くわけであって、でもそれを自分だけに言っていると、自分の中でこう自己完結っていうか解決できるようになるんですよね。だから GPT は結局AI と会話してるわけですけど、それってでも噛み砕いてみれば自分自身と対話してるのと同じことなんですよね。壁打ち。自分の問題に対して自分で向き合うっていう。だからなんかそれを外に向けてやんなくていいっていうのは確かにありますね。わざわざその SNS で外に開かなくても自分自身の中でつぶやいていけばいい。昔はそれが多分日記とかね、そういうものだけでやってたんでしょうけど、それがやっぱりインターネットで外に見えるようになってしまったからこそ今の問題が起きてるっていうね。はい、ということで、もうそろそろ時間ですね。今日ちょっと長くなってしまいましたね。そろそろ水曜日始めていきましょう。9月になってまだまだ暑いですけど、月が変わるタイミングっていうのは自分の新しい、荷物の整理をしたりとか、断捨離をしたりとか、するタイミングにはものすごくいいタイミングですので、これを機会にね、新しいこととか始めていきましょう。そして、食欲の秋、運動の秋でもあるんで、体を動かしてね、健康に生きたいところです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次のラジオでお会いしましょう。いってらっしゃい。